遠海の国一宮お国神社です。早朝神職だけで行われる年に一度の神事。古くからの所作が受け継がれています。同じ日の拝殿前、弓と矢には邪気を払う力があると伝えられています。檜皮葺きの屋根をおよそ40年ぶりに吹き替えているお国神社。檜皮葺きは日本の伝統技術としてユネスコの無形文化遺産に登録されています。屋根の材料、ヒノキの皮を取っている山では次の作業が進んでいました。今日はどんな作業をするんですか75センチのタワーに加工します。切るわけですか？切れます。こういう形に。荷造りと呼ばれる作業です。まずはヒノキの皮を揃えます。枠と呼ばれる四角い型に合わせて積み重ねます。積み重ねはこれで終わり。紐で縛ります。積み重ねはあえて細い部分と太い部分ができるようにします。これは後ほど役に立つしつらえとなります。この後はこういう大切り包丁っていうんですけど、この包丁でその75センチずつの長さに切っていきます。大切り包丁はそれぞれの職人が所有していて、一生使い続ける道具です。
長さ75センチを測るのは尺と呼ばれる竹です。何度も振り下ろして切られるヒノキの皮。その断面はきれいに揃っています。切るときに気をつけてることはあったりします？気をつけることは同じところに包丁を下ろすようには心がけています。狙ってる場所とかね、あったりするんですか？感覚ですか。おや？ヒノキの皮に何かかけています。切りやすくなるというか、濡らさへんままやと皮が硬いというかあれなんで、ちょっと柔らかくして切るみたいな感じですかね。かけているのは水です。やっぱ水が一番いいんですか？そうですね、水が一番どこにでもあると思う。荷造りの作業はこれで終わりではありません。その頃神社では節分のお祭りです。節分は立春の前日です。立春は旧暦のお正月ですから、節分は旧暦の大晦日にあたります。古くから邪気を払い、開運厄除けを祈ります。節分は神事の中でもとりわけ華やかで楽しいものです。一方、その頃山では荷造りが大詰めです。次はどんな作業になるんですか？今から大きい束と小さい束を組み合わせて30キロの丸にします。30キロにするには4束ほどを組み合わせます。細い部分と太い部分ができるように切ったのは重量調整がしやすいための工夫だったのです。重さがね、はい、30キロっていうのは昔は8貫目って言ってました。長さは205寸。もう借款法ですね。明治時代以前、日本で使われていた単位です。伝統建築の世界では今も昔の寸法が基本です。これが5本でだいたい1つもしか吹けないです。
30キロの束5つ、合計150キロで1坪の屋根の材料。こうして山での作業は一旦終了。このあと檜皮の束は1年ほど乾燥させます。